さあ今回も始まるわけなんですけど、前回はご当地水槽の飼育水がかなり透明になったってことで、その理由を5つ共有しますなんていうちょっと面白くないテーマだったんですけど、今回のテーマはですね、あまりやる人いないんじゃないですかね。熱帯魚の餌、いわゆるペレット状の餌ですけど、これを自分で作ってみて魚に与えてみたっていう、そんな感じの内容なんであります。本当にですね、やればできるっていうか、元気があれば何でもできるっていうのは本当ですからね。そんなノリでやってみたわけなんですけど、特定の魚に有効な餌を作るために成分などいろいろ考えてですね、割とまともにやってみたわけなんであります。というわけで今回はフィールドでお魚取りのコーナーがなかったりするわけなんですけど、熱帯魚の餌を作る上でヒントになったご当地グルメのシーンもあったりしてですね、いつも通りネタ野村満載でやってまいりますけど、まずはこちらの様子からご覧いただきたいわけなんであります。で水がなくなると土の中に泥で繭を作って、その中で仮眠するんだよ。じゃあ今呼吸できてる？今呼吸できてる。これ死なない。というわけで物知りおじさんが何か言ってましたけど、市場っていうのは楽しいですね。そんなわけでこちらは名前としては世界中に知られているまんじゅうではなくてチャパティということなんですけど、まんじゅうのようにしたものをこのように丸く伸ばしたものを鉄板のようなものの上で焼く、かなりシンプルでプリミティブなわけなんであります。徐々に焦げ目がついてそれっぽくなってきました。というわけでこの様子にインスパイアされて家に帰ったわけなんですけど、私も何かこねたりしてやってみようじゃないかってことで、市販のものに負けないような熱帯魚の餌を作ってみようということで真面目にいろいろ考えてやってみたわけなんですけど、今回は装飾性が強いシクリッド向けの自家製ペレットを水産飼料学の視点を考慮しつつ作ってみたってことで、今回の配合はご覧の通りなわけなんですけど、餌のベースとなるのがうがりパウダー、トウモロコシの粉なんであります。まずは餌の基材となるうがりパウダー、これを 50% 投入するわけなんですけど、トウモロコシの粉ということで炭水化物が主体でシクリッドの基礎的なエネルギー源になるわけなんであります。続いてこれはヘラブナを釣る時の植物性の餌グルテン1を 20% 加えるわけなんですけど、小麦タンパク質であるグルテンは水産飼料における代表的な結着剤であり、ペレットの耐水性を向上させるということなんであります。またタンパク質源としても一定の機能を持ちますが、主な役割はペレットの形成性と安定性の確保です。次に動物性タンパク源も必要だということで、柔らか系の猫の餌、これを 8% 添加します。猫の餌に含まれる動物性タンパク質、脂質、アミノ酸、微量なミネラルはシクリッドの成長に必要な栄養素を補完します。植物性主体の配合に不足しがちなアミノ酸バランスを改善するということなんですけど、脂質の割合が高くなると水質悪化につながるため、今回は 8% に抑えているわけなんであります。続いてパプリカパウダーを 4% 投入します。何パーセントとか言ってますけど、大体何パーセントでやってるわけなんであります。そんなわけでパプリカ由来の成分にシクリッドの耐色向上、いわゆる色上げですね、これに有効な色素源があるということなんであります。これらの原料を混ぜ合わせて水を加えてこねることで、グルテンとでんぷんが適度に水和し、形成に適した粘土と結束性が得られるということなんですけど、練り上がった生地を綿棒で均一に伸ばすことで乾燥工程での水分拡散が均一化されるということなんであります。というわけで伸ばした生地を包丁で細かくカットし、なんとか粒状にしたいわけなんですけど、注射器のようなもので生地を押し出したり、他にも方法はあったと思うんですけど、今回はこのようなお蕎麦屋さんスタイル、そのような工程を経て天日干しをするわけなんであります。そして餌を乾かしている間も何かしたいというわけで、今度は人間が食べるものを作るわけなんですけど、じゃがいもの皮を剥いた後細長く切る、
切ったじゃがいもを水に浸してベーキングソーダを入れます。この成分のほとんどが重曹なわけなんですけど、流木のアク抜きにも使えますよね。そしてこれをざるにあけて中途半端に茹でます。半茹でのじゃがいもを取り出し、そのまま放置。そんなことをしている間に餌が割と乾燥してきたってことで、これをオーブンに入れてさらに乾燥させるわけなんであります。焼くわけではないので、60度ぐらいでゆっくりと乾燥させます。というわけで餌できましたって感じですけど、せっかくオーブンが温まっているので、先ほどのじゃがいもをオーブンに入れたいわけなんですけど、その前に味付けをしましょうってことで、ベランダからローズマリーを取ってきました。この他に塩コショウ、粉チーズ、パン粉、オリーブオイルも入れてましたけど、そんなものをオーブンで焼いてみるわけなんであります。というわけでシクリットの餌の話に戻るわけなんですけど、なんか美味しそうな感じでできましたよね。切れていないつながっているものがありますけど、手で全部切り離したわけなんであります。まあそんな苦労もあったんですけど、最後の工程でオーブンで約60度の低温乾燥を行ったんですけど、この60度っていうのは意味があってですね、タンパク質の変性を最小限に抑えながら保存性を高めるのに適した水産飼料学的な標準仕上げ温度の一つということなんであります。もうこうなってくると全部健康を読んでるわけなんですけど、とりあえずムブナ系のシクリットは食べてくれたってことで、ご当地水槽の方はどうでしょうか。何も疑わずに食べてますね。ではビクトリア湖から捕まえてきたワイルドなシクリットが入っている水槽、こちらもワイルドに食べている様子なんですけど、粒によっては大きすぎたかもしれませんね。まあ嫌だったら吐き出すと思うんですけど、それはなさそうですね。というわけでシクリットの餌作り、まあ初めてってことで考えればまあまあだと思うんですけど、やはり改善するところはいくつかあって、粒が大きすぎたってこともありますけど、ちょっと硬かったかもしれません。やはり餌が乾燥しすぎるとその分硬くなるわけなんですけど、沈むのも早くなるわけなんであります。まあ幸いなことにこの水槽のシクリットは餌を拾って食べてくれますからね、ありがたいわけなんですけど、硬くて飲み込みづらいんですけどっていう、そんなコメントがお魚たちから来そうなんであります。まあ巻き貝を食べるシクリットはいますけど、自然界にそんなに硬い餌はないでしょうからね。この問題は解決しなければならないと思っているわけなんであります。というわけでどうなるかと思いましたけど、やっと口に入りましたね。というわけで私もなんか食べたいっていうことで、ご当地グルメのコーナーなんですけど、食レポをしなさいっていうコメントをいただいたわけなんであります。というわけでなんか言ってみたいわけなんですけど、よくテレビで果たしてそのお味はっていう決まり文句がすごい嫌なんですよね。大体どの番組でも言ってるわけなんですけど、というわけでそのお味なんですけど、これヤギなんですけど、ヤギって体が小さいので食べる部分によって味が違う。このプレートでも一口ずつ味が違うわけなんであります。というわけで全然食レポにならなかったわけなんですけど、シクリッドの餌の話に戻りたいわけなんであります。自作の餌を作りましたってことでお話をしてきたんですけど、最後に自分で作った餌を利用するにあたっての注意点をお話ししたいわけなんであります。餌の作り方にもよると思うんですけど、自家製の餌の配合は市販のものと比べて栄養バランスが不安定になりやすいので、それをメインとするのではなく補助的な餌として扱うべきだと思うわけなんであります。というわけで魚の食いつきや便の状態、体色の変化などを観察しながら次の餌の配合を調節してみたいわけなんですけど、またやるのかってことで割とハマってしまいそうな気がするわけなんであります。ただし餌をたくさん作った場合は冷蔵か冷凍保存した方がいいわけなんですけど、防腐剤とか入れてませんからね。まあ入れ方がわからないですけど、カビが生えやすいということで気をつけなければならないわけなんであります。まあいろいろ手間のかかる話だとは思うんですけど、魚の反応っていうのがダイレクトに来ますからね。子供にお弁当を作るような感じなんであります。まあほぼ記憶にないですけどね。というわけで一つご報告事項があるわけなんであります。
はい、一般部門特別賞ワイルドフィールド賞、ワイルドフィールド賞、かっこいいですね。こちらの作品になります。リアルアフリカ水槽受賞おめでとうございます。おめでとうございます。というわけでジェックスアクアレイアウトカーニバルというものにこのご当地水槽の写真を送っていたんですけど、特別賞をいただいたわけなんであります。作品のタイトルもリアルアフリカ水槽ですけれども、もうすべて現地調達のものです。かっこ東アフリカ。応募した時のコンセプトもお話しいただいているわけなんですけど、どうやらちょっと勘違いをされていたようなんであります。取ってきたお魚を大事にトリートメントしてってことですよね。そうですね、現地調達のトリートメントは、私はフィールドまで行って取ってるかはちょっと存じ上げないんですけれども、ちゃんと取りに行ってるわけなんであります。フィールドのことはよく多分知ってる方で、実際光が通らないような環境で水草がないということも分かった上で、この水槽を作っているっていうところに、リアルっていう言葉の意味を、その辺は正しいご理解大変ありがとうございます。やはりジェックスの方はさすがに理解が深いと思ったわけなんであります。そうですね、こちらのコンセプトを読む限りは、ここでジェックスの方が一つ気づかれたようなんであります。ごめんなさい、飼育中の魚はすべて現地ケニアで採取したものです。書いてあるんですね。この女性の方はかっこそれは書いてあるじゃないかっこ閉じって感じでしょうね。そういうものを持ってきた。はい、信じられない。いや、魚を日本に持ってきたわけじゃないってことで、まだ勘違いされてるようなんですけど、すごいな。アフリカに魚取りに行って日本に持って帰ってきて水槽を立ち上げるなんて、そんなイーロン・マスクみたいな人いないですから。信じられない。信じなくていいわけなんであります。どうやってアフリカから持ってくるのかっていうところも含めて、アフリカから持ってきてないわけなんであります。ここに海外応募作品って書いてあるわけなんであります。この女性はそれについて分かってそうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでこんな感じの症状ですかね。社長さんの直筆のサインぐらい入れてほしいわけなんですけど、記念にプリントアウトしてみたわけなんであります。というわけで先ほどオーブンに入れたじゃがいもなんですけど、こんな風にできましたってことで、クリスピーな感じで割と成功したわけなんであります。そんなわけでクリスマスもだんだん近づいてきたってことで、今回もクリスマスツリーが随分早めに我が家に登場したわけなんですけど、なんか美味しいものを食べたくなりますよね。というわけで次回の動画は毎年使っているクリスマスソングで始まりたいわけなんであります。何でもいいわけなんですけど、皆様からのいいね、そしてコメントをお待ちしてますってことで、次回も楽しいですからね、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで今回もお相手はもうすぐお母さんになりそうな猫とお友達になったもののけ兄さんだったわけなんであります。うちの猫ではないわけなんですけど、どこの猫なんでしょうかね。それではまた次回。